貧困と聞いたら何を思い浮かべますか？おそらく食べ物がなく痩せ細った子供、お腹だけぽっこりとしてしまっている人々を思い浮かべるのではないでしょうか。これは国連 WFP ワールドフードプログラムが出しているハンガーマップです。栄養不足人口の割合によって色分けがなされています。あなたが冒頭で思い浮かべた人々はこの地図の赤い地域に住んでいるかもしれません。貧困と一言で言っても定義は様々であり、例えば相対的貧困と絶対的貧困は大きく異なるものです。2018年10月、ワールドバンクが新しい人的資本指数、ヒューマンキャピタルインデックスを提案しました。これは想定することのできる成長と比較して、実際にどのぐらいの変化をもたらすのかという割合が0から1の間で表されたものです。教育と健康のデータに基づくもので、関係する5つの指標が挙げられています。子どもの生存率、就学率、学習の質、健康的な成長、大人の生存率。何をもって貧困と言えるかを定めるのは非常に難しいことですが、教育・健康状態が向上すれば、我々がイメージする貧困像から少しずつ離れていくことは間違いないでしょう。また、貧困を抜け出すにあたって経済成長は不可欠です。しかし、どうして目指した通りの経済成長ができないのでしょうか。開発経済学者ジェフリー・サックスによると、その理由として貧困の罠、自然地理学、財政の罠、政策の失敗、文化の壁、地政学的要因、新発明の不足、人口の罠が挙げられています。まず、貧困自体が経済停滞の原因となっている場合があるのです。極度の貧困に陥っている場合、資本不足のため、貧困から自力で脱出する力を持つことが難しくなってしまいます。また、地理的条件で人、物の輸送コストが高騰し、貿易のハードルが上がることも起きうることの一つです。地理的に孤立すればするほど、経済発展も遅れてしまうでしょう。さらに、この状態にあるとき、先ほど挙げた貧困の罠にかかりやすくなってしまいます。また、政府の財政状況のためにインフラ整備ができない場合もあります。貴重な税収を住民のためのインフラ整備に充てず、負債の返済にばかり充てられることも起きうることの一つです。この場合、言うまでもなく発展は停滞してしまいます。そのため、政府による優先順位のつけ方は極めて重要なものであると言えるでしょう。また、既存の慣習によって新たな経済的基盤が受け入れられないことも生じ得ます。外国の介入によって国の発展が左右させられることも多いでしょう。これらの要因は一つずつ存在するのではなく、複雑に絡み合って現在の状態が作られているのです。近年では貧困を抜け出し自立するのを助けるため、コミュニティに外部から介入しているケースが多く見られます。この場合も予算はもちろん限りがあるものであって、何に優先的に投資するべきかは熟考に値します。まず、農業への投資は現金収入を生むと同時に、食料生産量を数倍にすることも可能となるため、有効な手段と言えるでしょう。また、各種医療サービスなど基本的な健康への投資は感染症を撲滅するとともに孤児減少にもつながります。加えて科学技術を含む教育に投資を行えば情報へのアクセスが可能になるとともに就職の幅が広がり経済発展のための大きな一歩になると考えられるでしょう。ところで経済状況が改善したとき何が起きるのでしょうか。途上国への開発支援によって特定地域の経済力が高まると、さらに稼げる他国や他の地域への人材の流出が危惧されます。移住のための資金調達ができ、知識も増えることがその動きを助長するでしょう。それでは、
先進国はどこまで開発支援を行えばよいのでしょうか。状況を少し改善するだけで撤退をしてしまえば、ターゲットとした地域の状況を良くするどころか、若者の流出などマイナスを生んでしまうこともあるのです。一つの明確な対策があるわけではないし、それほど簡単なことでもありません。間違いなく言えることは、他国、他地域への流出を止めれば、経済的にゆとりの出た人々が自国や所属コミュニティに投資することも可能となり、さらなる成長につながるいいサイクルができやすくなります。そのためには、フェアな競争が保障された政治体制が必要となるでしょう。